皆さん、明けましておめでとうございます。ウプ主の、リズです。2019年度も、よろしくお願いします。さて、突然ではございますが、皆さんはハードディスクを処分するときはどうしていますか？普通なら中身を見られてはいけないと思って、データを消去しますよね？消去するときに、ただのフォーマットだけをしていませんか？実はこれだけだと、データの復元ができてしまうんです。そこで、私も仕事で使っている、フリーで最強のソフトをご紹介します。まず、今回データを消去するハードディスクを紹介します。すでに写真にもあります通り、2.5 インチハードディスクを用意しました。容量は 20GB と、サクッと消去ができる小さな容量のものを用意しました。何気に SATA 接続なので、スピードもある程度出ます。それではお待ちかね、フリーのデータ消去ソフトを用意していきます。まずは Google 先生や Yahoo 先生を使って、Dban と検索します。今回は Yahoo を使っていますが、Yahoo だと2番目くらいに出てくるこれをクリックします。クリックするとこのようなページに飛びます。このようなページに飛びましたら、ページの右上にある、ダウンロード Dban をクリックします。クリックするとこのようなページに飛びますので、5秒ほど待つと自動的にダウンロードが始まるよ。ダウンロードが終わったら、USB フラッシュメモリを用意します。容量は、1GB もあれば十分ですよ。用意した USB メモリを PC に接続します。あとはルーファスを使ってダウンロードしたイメージファイルを USB メモリに焼きます。ルーファスのダウンロードの仕方、使い方は以前の動画を参考にしてね。まあ使い方は簡単で、USB メモリを PC に挿してからルーファスを起動して、あとはイメージファイルをルーファスにドラッグ&ドロップした後にスタートボタンを押すだけだよ。イメージファイルが焼けたら、お次はハードディスクを消去するための環境を用意していくよ。まず用意したのはこれ。皆さんもご存知の通り、ハードディスクのクローンを作るあれです。余談ですが、実はこのシリーズには、データ消去機能付きのものもあります。ただこれは、0のデータを1回しか書き込まないので、細かいことを言うと不十分なのです。ですが今の時代はビッグデータ時代。1テラや2テラは当たり前のこの時代は、ハードディスクのデータ書き込みの密度が昔と比べて大変細かくなっています。これを解析しようものなら、莫大な時間とコストがかかります。そんなことする人は、おそらくこの世にはいないので、ぶっちゃけるとこの商品で事足りてしまうのです。だけど、それを言っちゃうとこの動画が意味がなくなるので、とりあえず今の話は忘れるね。今回は USB 接続でハードディスクを消去したいので、簡単に接続できるこれを用意しました。それでは準備していきます。準備方法は至って簡単。ハードディスクを本体にぶっ刺して電源を入れて終わり。簡単でしょ？あとは、さっき用意した USB メモリをノートパソコンにぶっ刺します。こんな感じでセッティング完了です。それじゃあ、いよいよハードディスクの消去をしていくよ。まずは PC の電源を入れて、BIOS 画面に入るよ。BIOS 画面に入ったら、起動順番を USB メモリを一番最初にするよ。起動順番を変えたら、BIOS 設定を保存して再起動するよ。再起動して Dban が立ち上がるとこんな感じ。なん
か難しいアメリカ語がいっぱい書いてありますが、ここは何も考えずにエンターキーを押します。しばらく待つと、こんな画面が表示されます。この画面で、消したいハードディスクを選んだり、細かな設定をしたりします。ざっくりこの画面の見方を説明しますと、まず、ここが消したいハードディスクを選択する場所です。認識しているストレージドライブが全て表示されますので、ここにドライブが表示されていなければ、認識できていないことになります。ここに、キーの割り当ての意味が書いてあります。消去方法などを変更する際や、消去開始する際に必要となります。ここに現在の消去方法が書いてあります。消去方法を変更した際は、ちゃんと反映されているかここで確認しましょう。消去作業を実行した際に、ここに現在の状況を表示するステータス画面です。エラーセクタなどがあると、ここにあるエラーの数がどんどん増えていきます。当然エラーがあると、そのセクタの情報は消去されていないので注意しましょう。ざっくりとした説明が終わったところで、いよいよ消去していきましょう。まずは設定をしていきます。M キーを押して、消去方法を変更します。するとこのような画面が現れます。各消去方法の意味に関してはこのようになっています。デフォルトのままでも十分なので、難しいのが嫌いな方はこのまま戻っても大丈夫です。バッチリデータを消去したい人は、DOD5220.22 方式を選択すると良いでしょう。ちなみにこの動画では、クイックイレイスでご紹介します。クイックイレイスを選んでスペースキーを押すと、再びこの画面に戻ってきます。次は、消去回数を変更したいので、R キーを押します。そして、3と入力しエンターキーを押します。クイックイレイスは、だいたい3回ぐらいやると十分らしいです。最後に、消去するハードディスクを選択します。消去したいハードディスクにカーソルを合わせて、スペースキーを押します。消したいハードディスクのところに、ワイプと出てれば OK です。あとは、F10 キーを押して実行します。こんな風に実行されれば、あとは終わるのを待つだけです。消去中はこんな風になってます。ランプがチカチカしてれば OK だよ。ハードディスクを消去してる間はすごく暇なので、フィギュアとかで遊んで待ってましょうね。エラーがなければ、このような画面で止まります。この画面からログとか出せるみたいですが、ログを出したところで無意味なので、0キーを押して終了します。0キーを押すと、なんか宣伝みたいな画面で静止し続けます。この画面まで来ると、もう電源ボタンを押して電源を切るしかないので、電源を切ります。以
以上がハードディスクの消去方法でした。USB と SATA ポートなどを利用すると、一度に大量のハードディスクを消去することができるので、大量に消去しないといけないハードディスクがある人にはおすすめですよ。まあ普通の人はそれほど廃棄するハードディスクがあるわけじゃないから、普通にドリルで穴を開けて終わりなんですけどね。というわけで、今回の動画はここまでにしたいと思います。もしよろしければ、チャンネル登録、コメントを残していっていただけると、次の動画を作る希望となります。それでは、また次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。